皆様こんばんは、バイオリニストの山本さゆです。はいね、最初がねやっぱり一番緊張しますが、どうですか？声は今日も聞こえていますでしょうか？開始前からチャットを送っていただきましてありがとうございます。とても心強いです。バイオリンは良いよねって、すごい嬉しいです。今日がリクエストライブと銘打ってのライブは第1回目になります。初めてのライブが、山本さゆの YouTube ライブボル1ということでウルトラシリーズの、ライブをやらせていただいたんですが、その中でリクエストコーナーというのをやりまして、それがなんか結構いい感じで盛り上がったのでリクエストライブやってみようかなっていうので今回第1回目になります。前回もリクエストライブだったじゃないかって感じなんですけど、前回のは一応チャンネル登録者数1000人突破の御礼ライブということでちょっとカウントからは外しました。なので今回が1回目、そして、投げ銭ライブということで、応援していただける方は、概要欄の方にあります、お布施の URL から投げ銭をいただけますと嬉しいです。で、今回からリクエストライブということで、一応リクエストライブのコンセプトを改めて、お話ししますね。視聴者の皆様とチャットでこうやり取りしつつ演奏リクエストにお答えしていくライブになります。その場でお答えできなかったものは、後日のリベンジ曲として私の心のメモにストックさせていただきます。で、私の演奏動画が基本的に特撮もの、ロボットアニメものがものすごく多いのでジャンルを縛っているのかと思われるかと思うんですが、特にそういった縛りはありませんので、私もちょっと答えられる限界はあるかと思うんですが、お好きにリクエストに関しては言っていただいて大丈夫です。はい、ちょっとちゃんと確認しますね。ありがとうございます。よく聞こえてますか？はい。はい、こんばんは、こんばんは。ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。皆さん、こんばんは。はい、こんばんは。で、リクエストライブについてね、これからちょっと長くやっていけたらと思うので、何個かお願いがあります。リクエスト曲に関しては、リクエストであるということが分かるように、リクエストお願いしますって一言言い添えていただけると助かります。こう、心の中でつぶやいただけなのか、リクエストなのかっていうのが、時々ちょっと分かりにくい時があるので、リクエストお願いしますってはっきり言っていただけると嬉しいです。で、あと、結構こう見てる人がいらっしゃって、私にだけ分かっても、その、見てる方が置いてけぼりになっちゃうとね、ちょっと残念だなと思うので、例えばアニメの番組の曲の場合は、何々のオープニング曲とか、何々のタイトルとか、こう、誰がチャットを見ていても分かるような感じで、曲名を言っていただけるとすごく助かります。チャットを見てる他の方も、そういう曲なんだっていうのがそれでわかると思うので、そういうちょっとお心遣いをいただけるとすごく嬉しいです。あとは、リアルタイム以外、アーカイブで多分ご覧になる方もいらっしゃると思うんですが、アーカイブでのリクエストは、YouTube のコメント欄にいただけると助かります。前回のライブとかではもうどこでもいいですよって言ったんですけど、どこでもいいですよって言ったら本当にいろんなとこに来て、わけがわからなくなってしまったので、あれこれは YouTube ライブを見てのリクエストなのか突然のリクエストなのかどっちなんだろうっていう感じになっちゃったので、ライブについてのリクエストは YouTube のコメント欄にいただけたら嬉しいです。あとですね、なるべくたくさんのリクエストにお答えしたいなと思うんですが、やっぱりね、全てのリクエストにお答えできるわけではないので、そこはちょっとご了承ください。あと、チャットとかの流れでどうしても順番前後しちゃうことはあるので、そこもね、ご了承いただけると助かります。また、リベンジ演奏についても、リクエストいただいた順番っていうのはちょっとお約束できないので、その辺はちょっと気長にお待ちいただけると嬉しいです。ちなみに今日のリクエストのリベンジ曲は、ツイッターとかでもつぶやいたんですけれども、ダグラムとデビルマンを予定しています。はい。ダグラムはね、今日の朝もダグラム第5話を
見て朝一日を始めました。朝一番にダグラムを見るというのもね、なかなかこうおつなもんですがダグラムでも1話目以降全然ダグラム出てこないなって私思ってるんですけれども、ずっとソルティックとAT-AT みたいな、スター・ウォーズの AT-AT みたいな4本足のロボット、その2種類ぐらいしか出てこなくて、ダグラムはいつ出てくるんだろうっていうのをね、今思ってます。はい、こんばんは。はい、こんばんは、こんばんは。はい、こんばんは。はいですね。よいしょ。じゃあちょっとじゃあまずはダグラムからいきましょうか。ライブもね。で、今回もねライブの間にリクエストを受け付けていますので、はい、コメントでいただけたら嬉しいです。はい、ドロロヤマくんはねちょっと今回は無理でした。ごめんなさい。またねちょっと気長にお待ちいただけたら嬉しいです。じゃあダグラム弾きますね。ありがとうございます。太陽の牙ダグラム、オープニングとエンディングですね。はい今日から、はい、スタッフさんに曲名を出していただくことにしました。さらば優しき日々よと風の行方ですね。ね、ちょっとこ
悲しい感じが、私結構その昔のアニメの好きなところって、あの歌詞が内容にすごく沿っているっていうところがね、やっぱりとても好きなんですけれども、だから逆にね、歌詞からすごくいろんなことを想像してしまって、太陽の牙ダグラムは主人公が最初の、まあ私ほらネタバレ見ないタイプなので、ウィキペディアも薄めで見るっていうタイプなので、ちゃんと話どうなるか知らないんですけど、明らかに最初の第1話でゲリラだったので、このあと多分お父さんと敵対するんだろうなというのがあって、歌の歌詞の中に過去の鎖を断ち切ってみたいな、歌詞があって、きっとこの家族とのあれが鎖なんじゃないかなと思ってるので、今後ね本当にどうなるのかね、楽しみですね。カーディナルに今日着くとこまで見たので、お父さんがどうなってるのかがわかるかなと思って今楽しみにしています。ちょっとチャットを確認は聞き入ってしまった。悲壮というかね悲壮ですよね。そうなんですよ。はい、ダグラムね、そうバイオリンの音ねすごくハマりますね。これ冬木さんが作った曲ですが、こんなに盛り上がるんだっていうぐらい最後のところでうわーって盛り上がっていくので、それがねやっぱりすごくいいなと思います。でね、歌詞でいろいろ想像しちゃうっていう話をしたんですけど、今ね大ターンもね見ていて、大ターンも歌詞の中になんか最後大丈夫かなっていう歌詞があって、あれちょっとど忘れしちゃったんですけど、それがね今ちょっと主人公は最後大丈夫なのかな、富野さんなんだしっていうのはねちょっと気になっています。はい、いきなりリクエストだと無理があるので、後日ツイッターの DM である曲の1小節だけでは聴いていただいていつか演奏してもらうとか OK ですか？それは何の曲でしょうなんだろう、曲がわからないとなんともあれですね、お答えがしづらいですが何の曲ですかね。とあるゲーム曲なのですが、バイオリンの音が美しい曲なんです。ゲームの曲というのは結構なんだろう私と直接のやり取りになっちゃうと他の方がわからないので、できればねチャットで曲名だけ教えていただけるのがすごい助かるかなと思います。 DM のやり取りとかだとやっぱり結構クローズなやり取りになってしまうので、あまりそのリクエストっていう中にクローズなことは入れたくないなというのが私の中であるので、そうですね、できればこの場で教えていただけると助かります。こんばんは。バイオリンでテクノとかは無理だからね。バイオリンでテクノテクノのアニメの曲ってありますか？私はね最近押切蓮介先生の怪談テクノにすごいドハマりしています。なるほど、わかりました。じゃあはいこんばんは。エレキバイオリン持ってるのでテクノもきっと行きますニノロッタの自画像、これはニノロッタというゲームの
曲名が自画像ですか？うん、こう作曲家名と曲名なのかとか、ゲームのタイトルで曲名なのかとかを教えていただけると助かります。はい。あとね、コメントをくださる方、もし初コメントですっていうことは初コメですっていう風に言っていただけるとね、すごい嬉しいです。はい。テクノってね、あんまり打ち込みの曲はあれやりましたけどね、あれね、ビヨンドザタイムとかは打ち込みの曲だったので、結構やっぱり編曲が苦労しましたね。はい。ライディーンもあれなんだ、テクノなんだ。ね、またリクエストがある方はリクエストですと一言添えて曲名送っていただけると助かります。今回結構あれかな、結構お願いをしたからかリクエストが少ないですね。ちょっとこの感じで慣れていっていただけると嬉しいです。センナイフとかリクエストするときっとやってくれます。センナイフセンナイフって何ですか？曲名ですか？メッセージが撤回されました。メッセージが撤回されている。はい、ありがとうございます。ニノロータの自画像副題、ジェリー・ゴールドスミスもそこにいる。ナムコの、ザ・ターン・オブ・ビデオ・ゲーム・ミュージックの、ごめんなさいね、今ちょっと目が泳いじゃった。黎明期のゲーム音楽の傑作です。ありがとうございます。はい、すごい詳しく書いてくださってすっごいありがたいです。ありがとうございます。わかりました。じゃあちょっとそれは確認しますね。で、リクエスト曲大胆3のオープニング曲、わかりました。 OK です。ちょっと待って、大胆3この前弾いたよね、私ね。あった。カムヒア大胆3を演奏します。ありがとうございます。大胆3からカムヒア大胆3を演奏しました。はい、
こんばんは。これからお邪魔します。こんばんは。こんばんは。ライブでコメント初めてです。ありがとうございます。コメント。ファイナルファンタジー9の主題歌、生命のメロディーだったかな。リクエスト見たりします。ファイナルファンタジー9ね、大好きなんですよ、私。あれでいいのかな、主題歌って、じゃんじゃんじゃんじゃららんたんたんたんかな。私が思うファイナルファンタジー9の主題歌演奏しますね。じゃあ歌ってるやつでいいんですよね。それならね、多分弾けます。はい、ありがとうございます。ファイナルファンタジー9からメロディーオブライフですかね、弾きながら思い出しました。私ね、すっごいこの曲大好きで、よく一人で弾いてました。ビビのね、なんかビビの気持ちを歌ってるようで、
クジャの気持ちを歌ってるようでもあって、ナインが何でしたっけ、アニメ化するんでしたっけ、最近ツイッターで見て、はーってなりましたね。そう、FF 実はナインが一番好きなんですよ。10まで行っちゃうとちょっとなんか、10もね好きだったんです。10も大好きだったんですけど、ナインのすごいファンタジックなところと、ジタンキャラクターとしてジタンが大好きだったので、はい、リクエストありがとうございます。すごい楽しかった。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はあ、そうですね、55分か。じゃあ今日はちょっと次で最後の曲になります。今日はちょっと少なめでしたけど、またなんかこの感じでリクエストをまた皆さんもこういう感じでね、リクエストお願いしますで、この題と副題、題と曲のタイトルとかを入れていただけるとお答えしやすいのでお願いします。はあ、はあはあしちゃった次回ベルセルクのフォーセスをお願いします。フォーセス、タンタンタタタタンタンタタタタタタンタンかなですかね。あれ違う、はいよかそれは。はいよだこれ。フォーセスはなんだっけな。ですね。ちゃんとやります今度。平沢さん系もね弾きたいとは思っているので、ちょっと今フォーセス最初からちょっとの部分しかちょっと思い出せないので、また了解です。心のストックに入れさせていただきます。というわけで今日は、次で最後の曲になります。ちょっとね腸内中に私の音が響き渡っている状態なので、そろそろねやめなければいけませんので、はい。ではね、今日はリベンジということで、前回ね途中まで弾けたのに弾けなくてとても残念な思いをしたデビルマンですね、これを演奏して終わりにしたいなと思いますので、では、最後にお聴きください。デビルマンのオープニングエンディングですね。
ありがとうございます。デビルマンのオープニングエンディングと最後に弾いたのが、はい、スタッフさんありがとうございます。デビルマン幼鳥知れぬ編の激突です。あれです。最初の頃に、前回言ったかな。最初の OVA の曲ですね。デビルマンの OVA は、曲を河合健二さんがやってて。OVA、分かった人がいた。よかった。結構みんな分かってくださるんですね。なんかこれ弾きたいなって思って、でも分かってくださる方いらっしゃるかなみたいなとこがあったんですけれども、嬉しいです。喜んでいただけてとっても嬉しいです。ありがとうございます。はい、というわけでね、今日は演奏はここまでですが、こんばんは。今からごめんなさい。今日はちょっと9時になっちゃったので、バイオリンこれ以上弾くと怒られてしまうのでここまでにしますが、デビルマンはね、私は原作読んでて OVA も見ているんですが、ちょうどこのデビルマンの歌、今日もどこかでデビルマンのアニメだけね見てないんですよ。なのでね、私の知ってるデビルマンはデビルイヤーは地獄耳ではないしみたいなね、デビルビームも出さないでこうねガンって殴ってるみたいなデビルマンしか知らないんですけれどもね、アニメもすごくいいというの、普通のアニメもすごくなんかアニメと漫画が同時に始まったらしいですね、デビルマン。なんかそういうのもあってデビルマンね見たいなと思っています。というわけで、今日はこのぐらいかな。30分ぐらいのミニライブですね。次ね、また7月にやりたいと思ってます。7月で20日は多分ねやると思います。なぜなら私の誕生日なので、誕生日ライブはきっとやると思いますが、その前にも1回ぐらいやりたいなというふうに思っています。で、なのでまたそうですね、ツイッターとか、あと1000人達成しまして、コミュニティっていうのがね、コミュニティでいいんですね。コミュニティタブっていうのが使えるようになったので、そこでも次回のライブ日程決まったらまたお知らせさせていただきますので、その辺をチェックしていただけたら嬉しいです。で、このバイオリン祭チャンネル、1000人は達成したんですけれども、残念ながら収益化への道がまだまだ遠い感じなので、再生数がね全然足りないんですよっていうのがあるので、できましたら応援していただける方は概要欄のリンクから投げ銭を入れていただけるととっても励みになりますので、そちらの方もよろしくお願いいたします。はい、今日もね楽しい時間を皆様と過ごせましてありがとうございました。ちょっと最初にねお願いが今までと感じとちょっとこういう感じでお願いしますねっていうお願いがあったので戸惑ったかと思うんですけれども、長くねやっぱりやっていきたいなと思うので、みんなが楽しめる感じのチャンネルにしていきたいなと思いますので、ご参加いただける方もご協力をお願いできると嬉しいです。あとね初コメの方もいてくださって嬉しかったです。はい、というわけでまた、次回ですねバイオリン祭チャンネルでお会いいたしましょう。またねー。